テレビでドラマとか周りの人たちが言うように遊びに連れて行くとかどこかテーマパークに行くっていうことは必ずしもいいパパじゃないっていうことですね。孔子という人の名前聞いたことある人もあると思うんですけども、孔子さんですねが言ってらっしゃる言葉に、我15にして学を志す、30にして立つ、40にして惑わず、50にして天命を知る、60にして耳に従う、70にして心の欲するに従う、心の欲するに赴くまま従って乗りを越えずという言葉があるんです。それはどういうことかというと、15歳で私は学問を志したと。で、30にして、独立をするって、今で言えば独立をして。で、40ですね、40歳になって、初めて迷いが、なくなった。で、50歳の時に、自分はこういうふうにして生きていけばいいんだっていうことが、こういうのが使命なんだっていうことが分かったと。で、60歳になって初めて、いろんな人たちのいろんなことに惑わされなくなったと。で、70歳になって、で、ようやく自分がこれやりたいなと思ったことが、もうドンピシャでね、道理にかなって、本当に皆さんにも喜んでもらえるし、自分もこれはっていう、そういう生き方ができるようになったって。で、本当孔子といえば、本当に天才というか偉人の一人と言われる人で、そういう人でも、30で初めてね、独立をして40、50、60っていくに従って、本当60歳ぐらいになってようやくね、いろんな人たちのいろんなこととか、自分の中のこれもいいかな、これもいいかなっていうのに惑わなくなった、迷わなくなったっていうことを言ってるぐらいで、もう私たちほとんどみんなやっぱり天才じゃない、ね、迷ってる時点で凡人なんですけど、今、この方29歳 ?30 歳になってらっしゃらないんだと思うんですけども、いろいろ迷う時期だと思います。ね、迷う時期だと思います。で、もう私なんかはもう迷いに迷ってっていう人生を今まで来てるので、非常に今、のこの方の心境というのはわかる気がします。わかるつもりでいるんですけど、ただこの方幸せだなと思うのは、自分がずっと入りたかった、学生時代から入りたかった会社に入って好きな仕事をしてるんですよね。で、好きな仕事をなさってて、でもふと気がついたら、早くに家を出て遅くに帰ってくるので、お子さんも家族も奥様もいらっしゃるみたいですけど、そのプライベートの時間がないと。で、お子さんとか家族のために自分がね、時間を過ごしてあげられないとか、そんなことをいろいろ悩んでらっしゃるみたいですけれど、本当に迷いっていうか、今まで何も考えずに、本当にひたすら仕事が楽しくて一生懸命やってきて、で、これからももちろん仕事っていうのをちゃんと自分では大事にしていきたい。で、そこに対して、ふといろいろと思うようになったっていうのは、こういう時期が何度も何度もこれから来ると思います。逆に言えば今まで、あまりそういうことを考えなかったっていうことですね。で、この人ハンドボールかな？学生時代にやってらっしゃったって、もう打ち込んでやってらっしゃったと思うんですけど、長いこと一つのスポーツを続けて、そこに打ち込んできた人であれば、ある程度、そんなこともわかるかもしれませんけれども、例えばハンドボールやってて、ハンドボールが強くなるってどういうことだったら、ハンドボールに関していろいろな角度から勉強するっていうことなんです。そのハンドボールと言っても、私もハンドボールという競技をやったことないですけど、例えばシュートの打ち方とか、パスの出し方とか、それから相手の、ゴールに向かっての攻めていき方のフォーメーションとか、いろいろとジャンプの仕方とか、踏み切り方とかね、足の踏み切り方とか、もうハンドボールっていう一つの競技を考えたときにものすごくたくさん勉強していかなければいけない要素となるんですよね。で、そういった要素をいろいろと
こういうふう、こういうふう、こういうふう、これもいいんじゃないか、こういう練習方法もいいんじゃないかっていうふうにして、いろんな角度からハンドボールを見て、いろんな角度から検証していく。ハンドボールを研究して勉強していくってことによって、自分のハンドボールプレーの、なんていうんですかね、自分のスタイルっていうのが形成されていくんです。最初はかっこいい人の憧れで、ああいうのいいなと思って真似をしてるんですけど、自分なりの投げ方、自分なりの走り方、自分なりのシュートの打ち方、いろんなものが、こう、だんだん、いろんな角度から考えて実験してってやっていくうちに、自分なりのハンドボールのプレーというものができるようになっていきます。まさに人生ってそういうもので、仕事一つとっても、もういろんな角度から自分の今やってる仕事っていうものを工夫して、こうしたらもっとお客さんに喜んでもらえるんじゃないか、こうしたらもっと結果が出るんじゃないかっていうことを検証していくわけですよね。で、そういうことに加えてですね、ふと今までそれは仕事のことだったのが、だけだったのが、ふと今度自分のもっと長い目で見たライフスタイルとか、家族のこととか、そういったことに対して今意識がひょっとしたら向いてきてるのかもしれないですね。でそれは悪いことじゃなくていいことなんです。でそれが、ある意味で、これから人間として成長していく過程での正しい迷いなんですよ。家族のことって俺ほったらかしにしてないかな。子供ともっと時間過ごしてあげなきゃいけないかな。いろいろとそういうことについて思うっていうことは悪いことではないんですね。でそういうことにまた悩んで。でただ、今30前ということで、仕事に関して一生懸命今までやってきてその仕事が好き。で、家族とかプライベートとかそういうことをに対しても最近はいろいろとちょっとこんなんでいいのかな、仕事ばっかりでいいのかなって思ってらっしゃるっていうことなので、あえて今私から少しアドバイスをさせていただくとしたら、だから仕事をもっとちゃんと見直した方がいいかなと思ってます。私はそれが一つの答えです。なぜかというと、仕事、質問の中では細かくは言ってないんですけど、仕事をしてるって言っても仕事っていろんな仕事があると思うんです。で、この方が今自分会社でどういうお仕事なさってるかわかりません。営業なのかわかりませんし、技術職なのかわかりませんし、どんなお仕事なさってるかはちょっとわからないんですけれども、自分がその仕事によって人に喜んでもらえたり、会社に大事にされたり、お客さんに価値を提供するというようなスキルを磨いてると思ってほしいんですね。自分が生きていく、社会の中で必要とされていくというためのスキルを磨いているということなんです。仕事をするっていうのは。だから仕事をするっていう言葉で言ってしまうと、なんかこんなことやっててと思うんですけど、例えば、本当に、私いつも自然の話するんですけど、自然界の動物でライオンが毎日狩りをして獲物を取っていく。俺毎日狩りをして走って獲物をかけてるっていう、これだけで俺の人生いいんだろうかって悩んでるのと同じなんです。自分が生きていくための糧を得ていく。それを、そのスキルを仕事を通して毎日お給料もらいながら磨いてるって考えたときに、自分の家族を大事に思うのであれば、ある時期、まだね、特に30前とか若いうちですから、ある時期、やはり自分が好きでその仕事をしてるであれば、なおさらですね、嫌いだったらこれちょっと考えて違う仕事をやった方がいいかもしれませんけど、好きで自分がその仕事をなさってるんであれば、その仕事っていうものがまた将来的にね、それをずっと続けていくことによって、これは本当に自分が大事にしていくことによってですね、本当に多くの人に喜んでもらえたり、あるいはちゃんと自分もお給料がこれで上がっていくっていうことの見込みがあるのであれば、もっと極めた方がいいと思いますね。そんな中途半端にしないで。で、自分がそこをある程度今まで一生懸命やってきてマスターしたと思ってるのであれば、ひょっとしたらそれはうぬぼれかもしれない。世の中を見渡してみると、自分の代わり、もっといい仕事をする人たちはいっぱいいるわけですから、そういうものに向かって生涯自分のスキルを磨き続けていくっていうことをやらなければ、自分の家族を支えていくっていうこともやっぱり男としてできないわけです。さっき言ったように、野生の動物が獲物を取るために飛ぶスキルを磨く、走るスキルを磨く、ジャンプするスキルを磨くっていうことをやってると思ったら、俺こんなんでいいのかな、毎日ジャンプしててとか、俺こんなんでいいのか、毎日走ってばっかりいてとか、おかしいですよね、そのことに対して疑問に思うということが。それと、家族を大事にするとか、プライベートの時間を作るってことはまた別の話なんです。です
から男であれば、ね、まあ男女関係ないかもしれませんが、自分がそれによってお金をいただいて糧を得てるっていうんだったら、しかもそれが好きなんであれば、徹底的にそのスキルは磨いた方がいいですね。ある時期、もう夢中になって磨くっていうことがとても大事だと思います。で、やっぱり30、35ぐらいまでには、誰から見ても、もうこれだったらこいつに任せておけば大丈夫っていうぐらい、もうこれといえばこの人っていう、そう言われるぐらいのスキルが身についてなければ逆にダメです。ね、そんな中途半端に家族とか、そんなことを今思う必要はないんですね。大富豪でもないわけですから、ね、もうリタイアした人であればまた別ですね。で、まあ、いろいろと世間では、いいパパ像、お父さん像みたいな映画とかでもね、なんかこう仕事と、家庭との両立みたいなものに悩む男性像っていうのは映画なんかで出てきますね。で、特に例えば、私よく言うんですけど、警察官とか、消防士とかね、アメリカ映画とかね、刑事とか警察官とかね、ああいうもののミッションなんとかってなると、そうするとその警察官が、なんか妻との大事な誕生日の約束の時間に事件が起きたがために間に合わなかったりとか、子供のベースボール大会に行けなかったりとか、そして奥さんとちょっと険悪なムードになってね、でキッチンで、奥さんがこう、怒ってるのをね、ちょっとこう、しょんぼりしながら仕事を終えて帰ってきて、言い訳は何もしないんです、主人公は。それで、あなたはいつもそうね、みたいなことを奥さんが言って、で、ご主人が、まあ悪かった、約束を忘れてたわけじゃないんだけれど。でね、そう言って、で、だんだんこう夫婦仲が悪くなってっていう、なんかそんなシーンあるじゃないですか。で、ああいうものを見すぎなんです。見すぎなんです。で、あれは必ずしも正しいメッセージじゃなくて間違ったメッセージをともすれば映画を通してみんなに与えてしまっているという私いつも腹が立つんです。なぜかというと、